こんにちは。ゼロから行政書士第40回です。前回は行政書士法などの処方例を学びました。今回も基礎知識の分野を続けます。テーマは個人情報の保護です。個人情報保護法の基本の仕組みを学びます。情報化社会でますます重要になる分野です。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は3つの情報の区別です。個人情報、個人データ、保有個人データです。似た言葉ですが意味が異なります。2つ目は情報を扱う時のルールです。要配慮個人情報や利用目的を学びます。3つ目は第三者への提供の制限です。監督機関である委員会にも触れます。それでは早速始めましょう。はじめに個人情報の意味を確かめます。個人情報とは生きている個人に関する情報です。その上で特定の個人を識別できるものです。氏名や顔写真などがその代表です。住所や電話番号なども個人情報になり得ます。他の情報と簡単に照らし合わせられる場合も含みます。情報の組み合わせで個人がわかる場合もあります。それによって誰かがわかる情報です。また、個人識別符号を含むものも該当します。亡くなった方の情報は原則として対象外です。ここで個人識別符号を詳しく見ます。これ単体で個人を識別できる符号です。大きく2つの種類があります。一つは身体の特徴をデータにしたものです。指紋や顔認証のデータがこれにあたります。もう一つは個人に割り当てられた番号です。マイナンバーや免許証番号が代表です。着円番号や基礎年金番号も含まれます。これらを含む情報は個人情報になります。次に3つの言葉の関係を整理します。この区別は試験でとてもよく問われます。まず、一番広いのが個人情報です。例えば、名刺を1枚もらうと個人情報です。その個人情報を検索できるように整理します。名刺を整理してまとめると個人データになります。データベースを構成する個人情報が個人データです。さらに、その一部が保有個人データです。事業者が開示や訂正などの権限を持つものです。本人からの請求に応じる対象になります。外側から内側へ範囲が絞られていきます。続いて、要配慮個人情報を学びます。特に配慮が必要な機微な情報です。人種や信条、社会的身分などが含まれます。病歴や犯罪の経歴もこれにあたります。差別や偏見につながりやすい情報です。そのため、取得には原則、本人の同意が必要です。通常の個人情報より厳しいルールになります。取り扱いにはより高い注意が求められます。後で学ぶオプトアウトも使えません。ここからは情報を扱うルールを見ます。まず、利用目的をできる限り特定します。何のために使うのかを明確にします。そして、その目的の範囲内で利用します。情報を取得するときは目的を伝えます。本人への通知か公表が必要です。目的の外で使うには原則同意が必要です。勝手に別の用途に使ってはいけません。利用目的を後で変えるときにも制限があります。元の目的と関連する範囲に限られます。次に取得と管理の基本を押さえます。情報は適正な方法で取得します。偽りなどの不正な手段は許されません。取得した情報は正確に保つよう努めます。また、安全管理の措置をしっかりとります。燃えや紛失を防ぐための対策です。
情報を扱う従業者も適切に監督します。委託先がある場合は、その監督も必要です。これらは事業者が守るべき基本のルールです。ここが今日の大きな山場です。個人データを第三者に渡す場面です。原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。この同意はあらかじめ得ておく必要があります。同意なく他人に渡してはいけません。要配慮、個人情報はさらに慎重に扱います。ただし、例外もいくつかあります。法令に基づく場合などは同意なく提供できます。人の生命を守るために必要な場合もそうです。同意がいらない場合を整理します。はじめの3つは第三者提供にあたりません。1つは処理を外部に委託する場合です。2つ目は合併などによる事業の承継です。3つ目はあらかじめ決めた共同利用です。相手は外部の第三者とはみなされません。さらに、オプトアウトという方法もあります。本人が求めれば提供を止める前提の制度です。因への突出が必要で、要配慮情報は使えません。この区別は試験でも問われやすいところです。次に監督する機関を見ていきます。個人情報保護委員会という専門の機関です。独立性の高い国の機関です。事業者に対して指導や助言を行います。必要があれば勧告や命令も出します。報告を求めたり、立入検査もできます。ルール違反を監視する役割です。違反があれば、是正を求めることができます。認定個人情報保護団体の認定も行います。個人情報保護法の番人とも言える存在です。続いて、行政機関などのルールです。以前は、官と区民で法律が分かれていました。法改正により、一つの法律に統合されました。今は、委員会が全体を監督しています。行政機関などにも共通の規律が及びます。自治体もこの共通のルールの対象です。全国で同じ基準で運用されるようになりました。国や自治体が持つ情報は保有個人情報です。私たちはその開示を請求できます。訂正や利用停止を求めることもできます。ここで今日のクイズです。個人情報保護のルールについての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は、要配慮情報をオプトアウトで渡せるという内容です。B は、利用目的を特定しなくてよいという内容です。C は、第三者提供に原則、同意が必要という内容です。少し考えてみてください。正解は C です。第三者提供は原則本人の同意が必要でした。要配慮情報はオプトアウトを使えないのでしたね。それでは今日のまとめです。一つ目は3つの情報の区別です。個人情報、個人データ、保有個人データでした。範囲がだんだん絞られていきました。二つ目は情報を扱うルールです。利用目的を特定し、範囲内で利用します。第三者提供は原則本人の同意が必要でした。三つ目は監督機関です。個人情報保護委員会が全体を見守ります。どれも試験で問われやすい要点です。ここまで個人情報の保護を学びました。情報を守る基本の仕組みを抑えられました。次回からは民法の債権の分野に進みます。契約や不法行為などを学んでいきます。暮らしに身近な大切なテーマです。今日の個人情報もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。